こんばんは、ゆうかです。今回は機動戦士ガンダムジークアクス第11話の感想と私の考察を前回レビューしたハイグレード赤いガンダムを筆塗りしながらお届けします。11話までの内容に軽く触れますので、未視聴の方はご注意くださいね。ラジオ感覚でお楽しみいただけたらと思います。さて、11話の感想ですが、いやー、とんでもなかったですね。まさかのシャアの魔法少女的な変身シーン、とんでもないインパクトだったのにさらっと流すシャアが印象的すぎました。修二の僕は向こう側からやってきたというセリフ、ネットでは向こう側イコールファーストの世界線と考える人もいるようですが、私はそうは思っていません。多分また別のイフ世界線、ファーストの焼き直しとかではなく、もっともう一度やり直すためのパラレル構造なんじゃないかなと。で、キラキラの向こうから現れるガンダム、予告でもしっかり描かれていたので、最終話で本格登場するのは間違いなさそうですが、私はアムロが乗ってるとは思っていません。あれはきっとあまたの世界線でシャアを殺す白い悪魔なんだと思います。パイロット不在で修二が乗り込む。修二はマチュのマブなので、ジークアクスとガンダムが共闘するなんて展開もあるかも。そうするとシャアは敵になっちゃうのか？わかりませんね。ララーについても気になることがあります。シャアを救うために何度もやり直してきたというような描写がありましたよね。それならばララーにとって守られることって本当に望んでいることなのかなって思ってしまいます。私がララーの立場なら、たとえシャアに撃たれるとしても、それが彼の幸せにつながるなら本望かもって思っちゃう。修二の思いや行動が彼女にとって本当に救いになるのか、それを見届けたい気持ちで次回を待っています。なんだか不思議ですよね。この作品は新しいガンダムシリーズなのに、見れば見るほど過去のガンダムのことを考えてしまう。こんなのガンダムじゃないって思っていた人も今やすっかり沼に落ちてるんじゃないでしょうか。そして逆にこのジークアクスからガンダムを見始めた世代が過去作にも興味を持ち始めているようです。 SNS でも初めてガンダムにハマったけど今はファーストや宇宙世紀を見直しているという声をよく見かけます。それって昔からのファンにとってすごく嬉しいことだと思うんです。そう考えるとジークアクスって新旧ファンをつなぐ良作って言えるかもしれません。癖が強い作品ではあるけど、その分だけいろんな入り口にもなってくれている気がします。ところで初期に目立ってたクランバトル要素ってどこに行ったんですかね。ポメラニアンズとかもう少し深掘りあると思ってたのに。そしてもう一つ、ニャンの描写にも物足りなさを感じています。メインキャラの一人でありながら彼女の心境がほとんど描かれてなくて、その葛藤や思いももっと知りたいなと思います。ただキシリア様を撃ってマチュを助けたという行動は、もしかしたらジークアクスとジフレドの共闘につながる伏線なのではとも感じています。しかもジフレドはパイロットがいない状態でニャンを助けてましたよね。ジークアクスも自律的に動いている描写が多くて、これはもうただのモビルスーツではないということですよね。ジークアクスの歯などまだ明かされてない不思議な設定も含めて、モビルスーツたちそのものの正体が最終回でどう描かれるのか、個人的にはそこも大きな注目ポイントです。理想のエンディングを言えば、修二とエルメス内のララが一緒に向こう側へ帰っていく。
そして今の世界線のララーはシャアが迎えに行く。過去に彼女を救えなかったシャアが今度こそ自分の手で彼女を導く。そんな展開があったら素敵ですよね。最後はマチとニャンがちゃんと向き合って仲直りしてほしい。でも実は全部夢の中で目が覚めて遅刻からのおめでとうエンドなんてこともないとは言い切れない。皆さんはどんな最終回が待ってると思いますか？考察やこれまでのストーリーの感想などぜひコメントで教えてください。さて筆塗りですが、1日では到底終わらず、翌日美容院から帰って筆塗りしてようやく黄色を塗り終えました。バッサリ髪を切ってショートに戻りましたよ。今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンポチッとよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回ダイソーの拡大鏡メガネを使ってみました。配信でかけてみた時は視点を変えすぎて酔ってしまいましたが、ずっと手元を見ている分には使い勝手良かったです。傍目に見ると目が大きく見えるので美顔補正いらずなのもいいですね。